こんばんは、コナン大です。この日は札幌に来ていて、 JR 北海道が発売している北海道ラブ6日間周遊パスというチケットを購入して、これから北海道一周旅行に行くところです。この日は前乗りしてランプライトブックスホテルっていう札幌のホテルに滞在しています。このホテルめちゃくちゃ良くて、1階が本屋さんとカフェになっていて、24時間好きな本を購入できたりするんですよね。でラウンジに置いてある本は借りて部屋に持っていくこともできるみたいでした。まずはチェックインします。部屋はこんな感じでした。シンプルで綺麗で、とても好みの感じのホテルでした。でお風呂がね、とても綺麗だったんですよね。全国旅行支援で旅行をしたのでクーポンをいただきました。で旅行にフィルムカメラを持ってきたんですが、これちょっとね古いカメラだったので調子が悪くて、写真はね実はあまり撮れなかったんですよね。でさっきもらったクーポンを持って買い物に行ってきます。欲しいものも特に決まっていなかったので、夜の札幌をブラブラと散歩していました。夜の雰囲気がとてもいい街ですよね。この人なんでこの看板を撮っていたんでしょうか。あんま覚えてないな。結局3000円のクーポン券は純駆動で本を買うことにしました。本を購入してホテルに戻ってきました。ホテルのラウンジでご飯を食べながら買った本を読もうと思います。初日の夜ご飯はこんな感じです。そんなにお腹が空いていなかったので軽い感じで済ませることにしました。でさっき購入したのはこの本です。図版がたくさん載っていてとても興味深いんですけど、この本ねなんとね670ページ以上あるんですよね。はい、こんばんは。これから1週間北海道一周する旅行に行ってきます。で1日目は札幌のランプライトブックスホテルっていうホテルに泊まっています。でここのねホテルがとても良くて、1階がカフェ兼ブックストアになっていて、本が売ってるんですよね。でその本屋さんで好きな本を2冊部屋に持ってこれると。それプラスアルファーと今見えてると思うんだけど、お部屋に備え付けの本もあってね、本好きにはたまらないホテルです。全国旅行支援っていう今キャンペーンやっていて、ホテルに泊まったらクーポンをいただけるんだけど、今日3000円分のクーポンをもらって
本屋さんで本を買ってきました。ただね、この本600ページ以上あって結構大きくて重たい本を買ってしまって、旅の初日、しかも旅がまだ始まる前にこんな大きな本を買ってしまって、ちょっと失敗したのではないかと懸念しています。まあでもこれ結構欲しかった本なので、読むのが楽しみです。なんかね、錬金術の世界っていう本で、錬金術の本なんだけど、挿絵がねものすごく充実していて、こんな感じでたくさん錬金術関係の挿絵がいっぱい載っている本です。ちなみにですね、僕服を東京からあまり持ってきていなくて、多分一番暖かい格好でこれなんですよね。寒いかもしれない。あ、違う。タートルネックのシャツを2枚くらい持ってきたかな、確か。でもあんまり変わらないかも。寒いかな。とりあえずコンビニに行ってきます。1階のカフェでこの全国鉄道地図帳というものがあったので、ちょっと借りてきました。ちょっと今回のルートを説明していこうかなと思います。まず1日目。1日目は今もう前乗りして札幌に泊まっているので、今は札幌です。で、2日目。2日目は朝、何時だったっけ？確かめちゃくちゃ早いんだよな。6時半だ。朝6時半の列車で、まず札幌からずっと上に行って深川というところまで行きます。で、深川から留萌から旭川に行って、で旭川から一番上宗谷本線というところを通って稚内まで行きます。で、1日目は札幌から深川までが特急ライラックというのに乗って、で旭川から稚内までが特急サロベツという2つの特急列車を乗ることになります。じゃあ2日目は稚内から特急サロベツで南下して名寄によって下まで行って旭川で、旭川から石北本線というので北見で、北見から網走で、網走で1泊します。次の日が網走にちょっと滞在しながらも、網走でちょっと寄りたいところがあって、サンゴ礁群生地という、サンゴ礁っていうね、秋になると赤く染まる花があるんだけど、それを見に行きたくて、ただね、今の時期もしかしたらちょっと遅すぎるかもしれないので、赤い草は見れないかもしれません。なんだけど、とにかくとても綺麗なところがあるので、網走からそのサンゴ礁群生地というところに行って、そこから一回網走に戻り、で、網走から先に北浜という駅が、無人の駅なんだけど、とても景色が綺麗なところがあるので、そこに一度寄って、もう一度網走に戻ります。で、網走から専門本線でぐーっと南下して釧路まで行って、釧路で一泊。で、翌日は釧路から根室まで行って、根室からまた釧路に折り返して、その後帯広に行って、帯広から札幌に戻ります。札幌に戻るルートは多分この下を通っていくんだと思うんだけど、まさか上を通っていったら遠回りだから多分下かな。で、そしたら次は南下していきます。ちょっと地図をずらして。で、翌日は札幌からこっちに行って室蘭から内海沿いをぐるっと回って長万部から函館に行きます。で、函館で1泊で、翌日は函館から一気に特急列車に乗って札幌
函館から札幌のルートもね、2つルートがあるみたいで、この上、小樽経由で行くのか、室蘭経由で行くのか。多分室蘭経由で行くんだと思うんだけど、まあ、室蘭経由して札幌に戻ります。札幌から次は旭川に行って、旭川から美瑛。で、美瑛町で、美瑛もね、とても綺麗な景色の場所がたくさんあるので、美瑛で2、3時間散策。タクシー乗ろうかな。ちょっとまだ決めてないんだけど、美瑛で散策をして、富良野に抜けて、で、富良野から滝川、で、滝川から札幌に戻ってくるというルートで1週間旅行していきます。札幌、留萌、稚内、網走、根室、釧路、帯広。で、その後にもう一回札幌に戻って、室蘭、函館、で札幌に戻り、次は真ん中のあたり、美瑛に行って、また札幌。まあ、ほぼほぼ北海道一周と言って良いのではないでしょうか。なんかね、この辺がね、列車が今通ってない場所なので、この下の方には行けないのですが、この辺りを除くと、ぐるっと一周するルートになります。で、今回はこれ、ピンときた。北海道ラブ6日間周遊パスっていう、北海道内の在来線全線乗り放題のチケットが、なんとね、6日間有効で12,000円っていうキャンペーンをやっていて、そのチケットを買いました。なので、特急も普通車も自由席であれば乗り放題と。で、指定席も4回までは利用可能という、とてもいいチケットを手に入れたので、これで北海道を一周してきます。翌朝です。この日はもう6時過ぎの列車で移動開始しないといけないので、5時半にはチェックアウトしました。とても眠かったです。6時には札幌駅に到着しました。これから移動開始です。